皆様こんにちは。カメラマンの原亀です。よろしくお願いします。チャンネル登録いただいた方、ありがとうございます。非常に励みになります。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日のテーマはですね、オートフォーカスについて語りたいと思います。若い時にはですね、あんまり気にならないことなんですが、やはり40代ですね、前半ぐらいから、早い方だと老眼が始まります。で、40後半になりますと、やっぱりですね、日常生活でも、目がですね、霞んだりですね、よく見えなかったりすることが結構あります。で、やはりファインダー覗いててもですね、現場で少し、今日は目の見え方が良くないなとか、そういう日によってですね、ばらつきがあったりします。以前ですね、有名なカメラマンの写真展にお邪魔した時にですね、まだ目は見えてますかっていう質問をですね、投げかけたんですが、答えはですね、いや、全然見えてますよ、みたいな話だったんですけど、僕からしたらですね、僕よりもやっぱり15年以上も、先輩の方ですので、それは表向きで、実際はやっぱり見えてなくなってきてるんじゃないかなと思ってました。キャノンのですね、AI サーブフォーカスというものが登場する前はですね、やはり動体予測というのが難しくてですね、まだまだマニュアルフォーカスの世界でした。写真はですね、ピントが合ってる写真を撮れるだけで食べられる時代があったんですね。ところがオートフォーカス、AI サーブフォーカスが登場してからですね、以降、ピントが合ってるのはもう当たり前という世界になってきました。で、今ではですね、オートフォーカスの機能がですね、複雑になりすぎて、以前のように、なかなかこのセッティング1個で全部賄えますっていうのはなくなりまして、ただですね、以前はですね、それでもよく撮れてると思ったんですが、実はですね、今見返してみると意外とピントが来てないなっていうことがあったりします。それだけですね、僕もそうですけれども、認知度が甘かったのではないかなと。今はですね、とてもピントがシビアに出ますので、あえてですね、ピントが来てない写真の方が珍しいぐらいの感じではありますね。オートフォーカスはですね、コントラストオートフォーカスと位相差オートフォーカスがあります。従来型はコントラストオートフォーカスと言います。それが主流です。ソニーのオートフォーカスは位相差オートフォーカスとコントラストオートフォーカスのハイブリッド機種になります。私ですね、難しいことはわからないんですが、購入して使っている限りではかなりオートフォーカスの精度が上がっております。一時期ですね、ソニーのオートフォーカスに魅力を感じてですね、私もソニーさんを意識揃えて使ってました。やっぱりですね、それぞれカメラに良いところがありまして、ソニーのハイブリッドのオートフォーカスはとても素晴らしいと今でも思います。それではですね、オートフォーカスのですね、コントラストオートフォーカスですね。以前の、ニコンだったりキャノンだったりの一眼レフタイプに搭載のコントラストオートフォーカスですね。ここの話からやっていくと分かりやすいので、ここから始めたいと思います。で、以前のオートフォーカスはですね、ピントを合わせるところに限界がありました。ですので、近いところと中くらいのところとすごく遠いところとですね、オートフォーカスを合わせるときに、同じ設定でそのまま使っていますと、一番近いところが程よく合いまして、ちょっと離れると前ピン傾向。すごく遠いところだと、もっと前ピン傾向というのがありました。オートフォーカスのですね、カーソルをどんなに合わせても、ものすごく遠いところに関しては、ピントが前ピンになってしまいます。だから、かなり距離のあるところですね。競馬場ですと、例えばダートコースを撮影しているような時には、普通の撮影ではピントが前ピンになってしまって、ピントが合いません。そこでですね、オートフォーカスの合掌地点が遠い場合は、
前ピン傾向ですので、ニコンとキヤノンの場合はですね、それを補正するために、ニコンの場合は AF 微調節、キヤノンの場合はマイクロアジャストメントという機能がついております。で、その機能を使いまして、オートフォーカスの限界の部分を、自分の任意で補ってあげるという機能がついております。で、被写体とのですね、距離が遠いときはですね、基本的には調整しなければピントは合掌しないということでいいと思います。ですからですね、その調整幅はですね、自分のカメラの個体の差もありますので、マッチングですね、本体と長望遠のこのレンズ、もう一本の中望遠のこのレンズという形でですね、自分でデータを取ってですね、だいたい後ろに3メモリ倒すとか4メモリ倒すとかですね、1メモリ倒すだけで済むとかですね、そういうふうにですね、データを取る必要がございます。で、これはですね、広角レンズ、望遠レンズともにですね、被写体との距離によって変わりますので、やはりですね、よくテストをすることが大切だと思いますね。いきなりですね、例えば借りてきたカメラを本番で使うっていうのは、かなり乱暴かなと思います。ですから、前もってですね、若干テストをして、自分なりにその機材の癖を掴んでおくことをお勧めします。で、ソニーの場合はですね、オートフォーカスがですね、位相差式オートフォーカスとですね、コントラスト式オートフォーカスのハイブリッドとなっておりますので、精度がですね、とても高いので、ですね、距離によってのピントの調整っていうのはほぼありません。大体ですね、もうそのまんま撮れば、かなり距離が遠い部分でも近い部分でもピントが合掌するということが、分かっております。それはね、もうかなり魅力的なことですので、特にですね、問題なければソニーを使えばいいんじゃないですかっていう話なんですが、ところがですね、意外とそうでもないぞということですね。これから説明していきたいと思います。このようにですね、競走馬のゴール前を取るときにですね、ピントを合わせたい場所が顔だとしますね。そうするとですね、顔に合わせようとしてカーソルを持っていってしまうと、馬はですね、走っているときに、首と頭を上下運動をして走りますね。それによってですね、オートフォーカスのポイントがかなり激しく上下することになります。それを、回避するためにはですね、体の中心部分ですね。体の中心部分は、上下しませんので、そこにフィックスしてピントを持っていくことによって安定したオートフォーカスを得られるということになります。ですから図のようにですね、合わせたい場所と合わせる場所が違うところが結構出てきますね。